にじゃあテイク系のショットですね。テイク系のショットはもちろん入っている石をテイクアウトですね。ヒットしてステイする、その場にとどまること、ヒット&ステイと言いますが、目的は相手の石をまず出すことっていうのが非常に大事になってくるので、とにかく相手の石を出して自分の石もハウスの中にとどまる、これが基本的なテイクアウトになります。でさらに例えば、ヒット&ロールですね。当てた後に例えばガードの後ろに隠れるようなショット、ヒット&ロールと言いますが、このロールするっていうのが実は簡単そうに見えて、これも結構難しくって、石の当たる角度ですね、角度と石の当たった時の強さっていうのが合ってないとしっかりガードの後ろには隠れません。なので例えばすごく速いテイクアウトで薄く当たってしまったら、例えば両方とも出てしまうような場合も、同じ場所に薄く当たってもあまり速くない石だったらちょうどこういうふうにガードの後ろに隠れたり、なので速すぎるとロールしすぎてしまうし、じゃあ今度遅すぎると例えばね相手の石を出しきれないなんていう場合もあるので、相手の石を出し切る強さで当てたいところに当ててしっかり置きたいところにロールするってなると、ちょっと考えることが3つもなってくるので、少し難しいショットにはなってきます。例えばこのガードに少し隠れてるよっていうような石なんかも少し遅めのテイクアウトになってくるので、曲がりが必要なので曲げながら、しかも相手の石も出しながら、なおかつ自分の石も残るってなると、ちょっとね技術的には難しいんですが、当てどころとスピードがしっかり合っていればテイクアウトした後も自分の石をね残すようなことが可能になってきます。ヒット&ロールですね、これが。でよくある、例えばこんな風に、最近ねこのガードがたくさんある展開があるので、これもよく見るかと思うんですが、このねランバックって言って前の石から後ろの石を出していくような展開ですね。こんな展開、これはね相手の石がガードになってるので両方とも出なきゃいけないパターンですけれども、例えばねこんな風に自分の石がガードになっているのであれば、そのまま真ん中で当ててあげるとそのまま残って、自分の石がガードに隠れつつ相手の石もですね。ランバックって言っても前のガードの石が何色か、自分たちの石なのか相手の石なのかで当てどころっていうのが変わってきたりします。ランバックももちろん近かったら割と簡単ですし、遠かったら遠かったりまた難しいし、なのでこのガードの、高さっていうのもショットの成功率に関係してきたりします。であとはねカーリングといえばっていうところだと思うんですが、ダブルテイクアウトですね。2個いっぺんに出せるよ、こんなショットもありますね。もちろんね配置によっては、よく最近見ますよね、トリプルテイクアウトですね。これも出しつつこっちの石がこっちも出してトリプルテイクアウトみたいなこともできます。そうなるとかなりね速い石で投げなきゃいけないので、精度としては難しくなってくるんですけれども、石が速いと曲がりっていうのがすごく実は少ないので、ここに当てたいっていう場所さえしっかり見えてれば、すごく速いので投げるとそこまで曲がらないので、しっかりと石の動きが見えていればトリプルテイクアウトもしっかりと出し切れます。角度が浅ければ浅いほど当てどころを厚くして飛ばさなきゃいけないので、より力強くぶつからなきゃいけないので、男子の選手の方がこの角度が浅くてもダブルテイクアウトっていうのは非常に決まりやすいです。そういうところも男子と女子の見どころの違いでもあるのかなというふうに思います。